はい。ということで、前回に引き続き、ToDo リストを Google スプレッドシートを使って作っていくお話をしていきたいと思います。前回このように日付を入力するような機能を、機能というか入力規則を使って追加するというお話をしましたということで、今回はこの先に作っておいたリストを使って、この ToDo を分かりやすいように数値化するようなお話をしていきたいと思います。はい。ということで、シートを新しく作成します。で、前回と同じように、一旦不要なシートを、不要な列を一旦全部削除してもらって、で、ここに進捗状況を確認できるような見出しをまず作ります。進捗状況確認。はい。で、ちょっとフォントサイズを大きくしておきます。はい。そしたら、ここに進捗状況の確認をしたいと思います。例えば、この今作ってるシートの中から、例えば完了した件数を取りたいので、完了件数。はい。をまず作ります。で、あとは、入力日、期限日があるので、例えば、そうですね。例えば、to do 件数と、期限切れ。こんな感じで3つ作ってみます。はい。ということで、ではこの3つを使って、それぞれの件数を出していきたいと思います。ではまず完了件数からですね。完了件数は関数を使ってイコールカウント A。で、カウント、そうですね、カウント A か。カウント A を使って、この ToDo の、この完了日のシートの個数を出しますと、はい。いうことで、件数が出ました。で、見やすいように中央揃えにして、あとフォントサイズを大きくしておきますと。で、ここで気をつけておかないといけないのは、この完了件数が、この ToDo のシートは、この完了日という見出しがあるので、ここを1個引いておく必要がありますということで、マイナス1しておきますと。はい。これで完了件数が出ましたということですね。で、ToDo 件数については同じように、イコールカウント A で、今、ToDo を持っている件数から1引きますということですね。で、あと期限切れについても、同じようにまず関数を入れていきますと。で、ここが気をつけないといけないところですと、ここ条件をつけます。カウント if を使って、条件に一致する個数なので、完了日の列から条件は、イコール today。はい、そうですね。今日、期限切れが、今日までは OK としたいので、もし今日よりも、なので、today を使って、期限切れの件数を出しますと。はい。そうですね。例えば、完了日が、もし、完了日が、いや、違うな。もし完了日が、期限日が入ってて、完了日が空白であれば、期限切れなので、期限日の方を見ないといけないですね。期限日
B 列が、例えば、これで、日付が過去になっていれば、はい、そうですね。もし、期限日が今日より過去になっていれば、数字が出ますよという状態にしますということですね。はい。これでパッと進捗状況が確認できますということですね。あと、シート名も一応変えておきます。進捗。進捗。はい。で、このようにファイル名を保存しておくと、はい。パッと確認できますということですね。はい。これでどのぐらい今進んでるとかですね、期限が切れてるというのがわかりますということですね。はい。ということで次回はこの表を使ってもう少しこのリストを便利に使える方法についてお話をしていきたいと思います。はい。ということでご参考いただければと思います。